ご理解第27節。昔からあの人は正直者じゃ、神仏のような人じゃというものでも、だんだん不幸なことが重なって、世間ではどういうものであろうというようなことであろうが、何ほど人に悪いことをせぬ正直者でも、人が良いのと神に信心しておかげを受けるのとは別物ぞ。宗教学者でも精神科と言われる道徳者であってもおかげは受けられぬ。別物と言われるおかげとは、楽の下にありがたしというおかげ、すなわち心身ともに極楽に住めること。貧相病のないおかげを受け、親善美の世界に住める信心者だけの味わいに浸ることができる。名が栄える不起繁盛。このご理解をいただき、今年は神様がそれこそ信心するものでしか味わえない別物のおかげをいただける年だと、また与えてくださろう、授けようとしておられるのではないかと思わせていただきます。確かに信心はせぬでもおかげはやってあるというおかげもあります。お天道様が誰にでもお照らしなさるように、それこそ誰でも受けられているおかげというのがあります。天地のお恵みですね。とまた、信心をしなければいただけないというおかげもあるということですね。別物のおかげというわけですね。今朝はその負い目の中であるお店なのですが、そこが新型コロナウイルスの対策として大きなガラス板ですか、それで防いでいるというのですかね。よくアクリル板でついたてがありますね。そういう大きなガラス板でついたてをしているのですけれども、それを何か今までは一重1枚でよかったのが、今度は2枚にしなさいというお達しがあったと。それでそのガラス板を二重にしている、それを取り付けている、備え付けているようなところのお夢でした。そしてまた改めてこの度の新型コロナウイルスの対策について新中記念の時に思わせられたことですけれども、いわゆるそういうある意味ウイルスが来ないようにする、ある国などはウイルスが入ってこないようにと、それは結局人の行き来を制限するということでありますけれども、そうやって国の人々を守るという守り方がありますね。もう一つはいわゆるワクチンですね。そのワクチンを開発してワクチンを打って、それで新型コロナウイルスから人々を守るという守り方があるわけですね。一つは菌が来ないようにして守る。もう一つはたとえ菌が来てもその菌に耐えられるだけの力を私どもの体の中に蓄えるというわけですね。さあどちらがいいのでしょうか。それが両方とも功を奏すればいいのでしょうけれども、長期的短期的に見た場合には菌を来ないようにする、いわゆる隔離してしまう、閉ざされた空間で菌を寄せ付けない、そして中で
いわゆる安心した生活を送るというのがいいようにもありますけれども、いずれどこからか漏れて入ってくる。もう一つは割と緩くして人の行き来がある。かなり大きく何と言いましょうかね、感染者が出る。だけどもなるべく早くそのワクチンの開発に力を入れる。でそのワクチンを作り、国民人々に一人一人にそのワクチンを接種して、自らの体の中で抵抗力を作る。そうすればもう菌が入ってきても怖くないわけですから、経済活動を再開するということもできるわけです。その国に菌が入らないようにするということでは、その国の中だけでの経済活動はできるでしょうけれども、対外的に貿易とか外国に人が行く、また外国から入ってくるという、こういう国際的な交流においては後々遅れを取ることになりますね。どちらが得か。長期的に見ればやはりワクチンで自らの体を抵抗力をつけると。たとえその菌の中に入っていっても大丈夫なような体を作る。その方がいいことは明白ですね。何を言いたいかというと、そのコロナ対策にも大きく分けて2つあるということ。いわば私どもの身の上に起きてくるさまざまな出来事に対しても2つの大きく分けるとある。一つはそれこそよくお正月に家内安全、無病息災、悪いことが起きませんようにと願う。いわばこれは菌を入ってこないようにという願いでしょうね。今年も一年どうぞお守りくださいというわけですね。それに対してワクチンを開発してワクチンを接種する。たとえどういう菌が入ってきてもその菌に対する抵抗力があればいいわけですから。これが愛楽理念だというわけですね。難儀が来ませんように、困ったことが来ませんようにというのはある意味確かにそう願いますけれども、それは長期的に見ると十分ではない。十分な対策ではない。本当の対策は、たとえどういう難儀が起こってきてもそれをどっこいと受け入れれるような体力をつけるというのか、そういう力をつける。いわばワクチンを接種してそれで抵抗力をつける。これならばどこへ出て行ってもどういう経済活動をしてもいいわけですね。どちらが勝ち負けではありませんけれども、どちらが勝者になるか、将来的にどちらが生き残るか、これはやはりワクチンを打った人の方が生き残る確率は高いと思いますね。いわゆる愛楽理念、これはどういう難儀なことが起こってきてもそれに打ち勝つだけの、それを受け入れる、克服する力を与えるものですね。ですから愛楽理念を身につけるということはワクチンを打つということとそういうものだということなのですね。どうぞ災いが降りかかりませんようにと祈ることよりも、どういう難儀が起こってきてもそれに打ち勝つだけの、それを克服するだけの体力を養うことがより良い助かり方だというのです。
そのためには、いわゆるワクチンとも言えれるような愛楽理念を身につけることだということになりますね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。